皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今日はお天気もよく、朝から多肉ごとがはかどり、多肉の植え替えをたくさんしています。この鉢には2株レインドロップスを植えていましたが、夏の暑さで1株枯らしてしまったレインドロップスを抜いて、そこにセダムを植えています。これはアガパンサスの鉢に生えていたスノープリンセスです。その他にもかろうじて生き残っていた細葉黄金万年草の植え替えや、空いていた鉢にブロウメアナを植え付けしていました。この鉢にセダムをばらまいていたんですが、先日虹の玉をたくさんいただいたので、この虹の玉をカットして一緒に刺しておくことにしました。実は私が多肉植物にはまるきっかけを作ってくれたのはこの虹の玉なんです。100均で見つけて育てていましたが、カットして土に刺すとたくさん増えてくれて、それ以来多肉を集めてすっかりハマってしまいました。それが多肉初心者の時にはたくさん増えていた虹の玉も、多肉が増えていくごとに虹の玉は上手に育たなくなってしまっていました。この虹の玉ですが、茎のどの部分から切っても土に刺しておけば増えてくれるんですが、それでも穂先だけカットして茎を長く伸ばしていると、その残した茎にまた新しい芽が出てきて増えてくれるんです。今回いただいてきたこの虹の玉には気根といって、茎の途中からたくさん細い根が出ているので、どこでカットしてもすぐに根付いてくれると思います。それでもまだ日中の気温が高くなる日もあり、ちょっと心配なので、今回は茎を長めにカットして深植えすることにしました。ちなみにこの虹の玉は葉ざしでも増やすことができるため、取った下葉は捨てずに最後に鉢にばらまきしておこうと思います。カットした最後の虹の玉を土に刺し、鉢を見るとまだ空いているスペースがあったため、もう一本新たにカットしました。虹の玉の植え付けが終わったので、鉢を回して全体のバランスを確認します。最後に取った下葉を鉢の中に入れて、虹の玉の鉢植えはこれで完成です。いただいてきた虹の玉はまだまだたくさんあるため、残りは大きめの鉢にまとめて植え付けすることにしました。今回使う土も燻炭などを混ぜて再生利用したものになります。そして最近では害虫予防にオルトランやスターガードは使わずに、この希釈したニームオイルを使用しています。ちなみに今回いただいてきたこの虹の玉は地植えで育てられていたものになります。そのせいか横に伸びて根を張り、こんなに立派な株に成長していました。ということで、植わっていた環境と同じように、この鉢では苗を横に寝かせたまま植え付けしてみようと思います。この虹の玉の株は
茎が少し長すぎたため、植える前にカットしておきました。大きな苗は植え付ける前に位置を確認しておきます。こんな感じでいいかな。植え付け位置が決まったら、少し土をスコップですくい、虹の玉を植え付けていきます。この鉢で順調に育ってくれると嬉しいんですが、実は去年の春にもたくさんの虹の玉をいただいていたんですが、ほぼほぼダメにしてしまい、今回こそはとリベンジでたくさんいただいてきました。根の間にもしっかり土が入るように鉢を少し揺らして土をなじませておきました。土は再利用したものを使っているため、鹿沼土が多くなり、保水力が少し気になっていたので、ここで花と野菜の培養土を足しておくことにしました。といってもほんの少し足しただけなんですが、このまましばらく様子を見て、ダメならまたその時植え替えしようと思っています。春に虹の玉をいただいた時は鉢いっぱいにぎゅうぎゅうに植え付けて、それで失敗してしまったため、今回はスペースを多めにとって植え付けています。最後の一本を土に刺して、この鉢の植え付けはこれで完了です。それでもまだ虹の玉は残っているんですけどね。最後に落ちたこの下葉をばらまいて、虹の玉の植え付けは完了です。意外と下葉が落ちていましたね。虹の玉を育てていたお母さんに許可をいただき、お庭を少し撮影してきました。私が持っていったスノープリンセスもたくさん増えていました。虹の玉もまだまだたくさん植わっていました。サンジソウも元気ですね。私の大好きな秋麗も群生になっていました。秋麗はこれからの紅葉がとても楽しみです。このブロックの穴に多肉が植わっているのもとっても可愛くて、毎回このお庭の多肉を見るのを楽しみにしています。そして今日はこのサクサグラレモスグリーンをいただいてきました。今年の夏は本当に暑くて、我が家では枯れてしまいましたが、お裾分けしていたお母さんのお庭ではこんなに元気に育っていました。最後に虹の玉をビニールポットに植え付けて、今日の作業は完了です。はい、ということで今日の多肉ごとは動画には撮っていませんでしたが、このレーマニーやパンジー、そしてレインドロップスやスノープリンセスを植え替えして、最後に虹の玉を植え付けていきました。いかがだったでしょうか。皆さんが育てているつぶつぶ系の多肉ちゃんは今年の夏、無事に夏越しできていますか？この虹の玉がうまく育てられるように皆さんも応援してくださいね。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。ま
たね。